星野さん、今日もよろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。今日のテーマがですね、人生がうまくいっている人の共通点っていうテーマなんですけど、最近時代の流れもあって生活が苦しくなっている人もいたり、逆に多くの仲間に囲まれながら幸せに生きている人もいたりとか、様々やと思うんですけど、その中でも昔はうまくいっていたけど今は人生うまくいかなくなったっていう方もおられるのかなと思いまして、星野さんの視点で人生の成功という視点で今の時代だからこそ大切にすべき考え方とか、これからの時代に合った心の持ち方っていうについてはどういったふうに思われますか？私はね、やはり対人に対する思いやりとか、やっぱ配慮、気配りっていう言葉がありますけども、そういったことってすごい大切なんじゃないかなと。それができる余裕っていうか、ゆとり、やっぱ心のゆとりっていうのは、お金があるから時間があるからゆとりを生むんではなくって、やっぱりゆとりがあったからこそ成功できているんですよ。だからその相手に対する関わってしか生きていけないじゃない。一人では生きていけないわけね。誰かやっぱり人がいるから自分もあるわけであって、例えばご先祖様をたどればね、10代遡れば1000人を超えると、そういったご先祖様がいるように、脈々とやっぱり人に関わり合いながら、人が受け継ぎながら伝わってきた今があるならば、今自分自身だけでは生きていけない。ただ余裕がなくなる、心にゆとりがなくなればなくなるほど、やっぱ成功っていうのは遠のいていくんじゃないかなと思います。だからそれに対して自分がゆとりをどうやって生んでいくのかっていうこと、まず自分の時間を大切にしてほしいっていうこと。どうしても今忙しさに追われます。世の中が豊かになればなるほど便利になってきてますんで、物が増え続けてますよね。一昔前だったら例えば移動するんでも時間をかけて移動してたのに、今は例えば新幹線だったり飛行機だったり、本当に便利になればなるほど、あれもこれも一日のうちできちゃうようになってきてる。皆さんスマホを持っていらっしゃると思いますけども、本当にちょっと Google で検索するだけでもすぐ調べるものもできちゃう。昔だったら例えば図書館行って調べた、いや人に聞きに行ったね、今も LINE とかね、そういったものもあります。いろんな便利なアプリがありますんで、人と連絡取るんでもそういった薄っぺらな連絡だけで気持ちが伝わらないとか、相手の気持ちが理解できないまま終わってしまってる。時間短縮のものになればなるほどそれは便利ですけども、だけど何かやっぱり自分の時間すらもなくなってきてしまってる。あれもこれもできちゃうからね、ゆっくりと向き合う時間すらなくなってきて、昔四国の方ではお遍路さん、今もお遍路さんありますけども、これは歩きながらずっと四国を88カ所霊場っていうのを巡ってったわけなんです。じゃあ死に装束を身にまとってます。だから白装束です。つまりどこで行き倒れてもいいように歩いて行脚をずっとしてたわけですね、88の霊場を。で、何を気づくかって言ったら、向き合っていろんなこと考えれる時間があるわけなんです。だから一人じゃないんだと、いろんな人に守られたり支えたりしてもらいながら、私って生かされてるんだなって気づけるっていうのがやっぱり霊場巡りとかだったと。だから道行二人っていう言葉があるんですけども、これは弘法大師さん、お大師さんがずっとついて回ってくれてるよっていう、一人じゃないんだよっていうことを悟る言葉でもあるわけなんですけども、やはりそういった時間っていうものが自分について反省する時間とか、自分について考える時間がある方っていうのはね、やっぱり何をしたらいいかまで分かってくる。ところが今はね、お遍路するんでも約100日はかかるんですよ。3ヶ月は最低でもかかるって言われて、でも今は車でビュッと回れば本当1週間もあれば回れてしまう。時間短縮で便利ではあります。ところが自分について向き合う時間や反省する時間や、何が足りないのかっていう時間や、自分に関わってくれている人や縁のある人たちのことを考えてあげる時間や、そういったものがどんどんやっぱりなくなってきちゃう。イコールゆとりがなくなるということは、人のことも考えれなくなる。もちろん自分のことさえ分からなくなる。こういった孤独になってしまった。ただ忙しいっていう物質社会に追われて我を見失ってしまうっていう方が増えてる。だ昔はそのゆとりがあったから良かったけども、今はもうそれすらもなくなった。これが成功から遠のいてるんじゃないかな。
だから物質面での成功だけではなくて、やっぱ精神的なそのゆとり、これは時間。私たち生きてるからこそ時間があるんですよね。っていうことは時間を大切にしなきゃいけない時なんじゃないかな。エネルギーって考えればエネルギーは時間がないと思うんですよ。例えばあの世に亡くなって旅立ってしまった。これはもう時間が存在してないと思います。ところが私たちは生きてるからこそ時間がある。じゃあこの時間を大切に使っていただければな。そしたらもっと違う形でゆとりが生まれれば物質的にも成功できる。ただ物質的に便利になり、物質的に忙しくなり、物質的に一人振り回される、物質的に、自分が反省する時間すらなくなってしまったら、やっぱ成功とは言わないんじゃないかなと思います。やっぱりその便利がゆえに人の関わる時間も確かに減ってるのかなと思ったんですけど、そうですね。そういった点で逆にそういう人付き合いが減ったゆえになんか人生が意外と前に進んでないとか、なんかそんなこともありそうな気がします。そうです。だから一番思いやりっていうものもなくなってきてますし、人に対して考えることもなくなって、遠いね付き合いの人はもちろんなんか接点がなくなってくるんですけども、身近な人まで接点がなくなってくるぐらい、例えば自分の奥さんや旦那さんともお話しする時間がないんやとか、ましてや自分の子供とも話しする時間がないんやとかっていう人がすごい増えてるんですよ。ってことは家族なのになんかこう自分の子供の気持ちが分かんない、嫁さんの気持ちが、旦那さんの気持ちが分からない、なんかそういったね薄っぺらな社会が生まれてきてる。これでは人っていうのは幸せっていうものは勝ち取れないんじゃないかなと思います。あとまたちょっと別の視点なんですけど、その昔はすごく人生うまくいってたけど今はうまくいってないっていう方がもう最近おられるかなと思ったんですけど、昔のなんか人生の成功の定義となんか今の時代のなんか成功みたいなイメージがなんかちょっと変わったのかなとも思ったりするんですけど、今はなんか結構心を大切にする方も増えたなっていうような印象もあるんですけど、星尾さん的な視点でその今の時代はより心をこう大切にするとか、やっぱそういうことも大切なんですか？そうです。心を大切にしてこそやっぱ物質っていうものはついてくるんじゃないかな。例えばお金なんかって特にそうじゃないですか。お金って人しか使わない道具なんですよ。物質的に言うとね。お金は別に動物が使うわけじゃないよね。私たち人間しか使わない道具なんだって考えた時に、じゃあお金をかけてる、お金言ってる人って人に嫌われちゃうよね。ってことは物質的なことばっかり考えてる人っていうのは結局人が逃げていくわけだから、人が逃げていくイコールお金も逃げていっちゃうわけよね。ところがやっぱり心を大切にしている人、言ったら人を大事にできる人はちゃんと人がついてくる人になるわけ。人がフォローしてくれたりとか、やっぱり人が守ってくれたり、助けてくれたり、いろんなことを学ばしてくれたり、そこには好きも嫌いもありますけども、いろんなことが学べるんですよね、関わってればね。だそれが結局人がついてくる人になればお金だってそこについてくると思いますし、それが今その心っていうものを大切にしなきゃいけないよっていうのがだんだんそういう時代に移行してきているような気もします。よりその人間としての本質をこうちゃんと追求する人も増えてるってことですかね。そうです。だから寂しくなったりとか孤独になったりとか、例えば精神性に病気になっちゃったりとか、なんか障害とか言葉が今どんどん出てきてますけど、精神的にダメージが多かった時代なんですよ。この数年間は特に。この近年特にそういうことが増え続けてましたよね。だからそんな中でじゃあ何を生むのかって、じゃあ物質社会だってこんだけ物がたけてきて物質にこだわってきた時代だったから、反対にその精神性を大切にしないと物心ともに豊かになっていかないよと。だから一回そういった精神性のストレスがたまる時代が来たりとか、なんかこう恐怖、精神的に恐怖を感じたりとか、精神的に落ち込んだり苦しんだりする時代がちょっと続いたんじゃないかなと。そこで気づける人が増えてきて、結果ここに物質がついてきたら世の中もう少し豊かになっていくような気もします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
You leave me notes before you leave, and lipstick on the bathroom mirror. The way you love could part the sea. I'm thankful that you want me, dear. Do you think about how these paths all lead us to somewhere? Do you think about traveling and growing old? A couple of kids when I was holding your hair back. Now we got our own future, our own stretch of road. 皆さん動画をご視聴いただきありがとうございます。オンラインサロンご祈祷の予約、各種イベント等 YouTube の概要欄の方に貼ってございます。詳しくはねそちらをご覧ください。皆さんとまたお会いできる時を楽しみにしております。ありがとうございました。